白いドアに、入館方法が書いてありますのでご覧ください。どうもようこそいらっしゃいました。はい、どうぞ。今日はありがとうございます。はい、お使いになってください。どうぞ。はい、はい、どうぞ。ちょっと狭いとこですけど。はい。はい。じゃあこちらどうぞ。はい。じゃあお代金の方でしょう。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これが当館の入館券になりまして、はい、片い切符貢献ですね。あとよろしければご自身、実際に使われていたこの改札バサミ、これをご体験。じゃあこれがチケットホルダーです。
じゃあ、ここが狭いながらですね、玄関乗降口と呼んでるとこなんですが、私が中学入学した時に、毎月の小遣いというものをもらえるようになりました。その金額が1000円だったんですが、当時の時刻表が1冊500円。で、それ以降ですね、今日に至るまで毎月時刻表を買っている次第です。で、ライトニングという、アメリカンカルチャーをジャンルにした雑誌、ここから取材の依頼がありまして、毎月いろんなものを集めるコレクターをですね、紹介するコーナーがありまして、ここでお声掛けくださったようなんです。ただ当時は時刻表ミュージアムはありませんでした。ただ取材の前の日の夜になって、持ってる時刻表全部並べといてくださいと言われまして、一番大きい写真を撮るのにですね、そこから急いで準備をしまして、8時間ぐらい要したという一枚になります。将来の夢はと聞かれまして、時刻表のプライベートミュージアムを作りたいと、言ったことを有言実行したんですね。2022年の春、こういう形でですね、一般公開を始めた次第です。電車の取っ手ですね。ボックスシートのところ。はい。で、あちらをですね、見通していただきますと、あそこで床の色が分かれているのは分かりますでしょうか。はい。で、この色の濃い部分、木の部分がですね、駅のホームを見立てております。で、あそこの柱に乗り場1番ですとか、グリーン車この辺止まりますとか、あとあちら手前で、オレンジ色に光ってる丸いランプ。あれが駅のホームで見かけるかと思うんですが、出発反応標識というものですね。そういったもので駅のホームをイメージしております。はい。では、こちらのお好きな方のボタンどちらか押していただけますか？黒い方のボタンを。はい。では、時間旅行の出発になります。ドアが閉まります。ご注意ください。はい。で、こちらがですね、壁を青一面で塗ったものになるんですが、この、色がですね、国鉄色青20号という、色合いになります。で、私、世の中でこの色が一番大好きでして、ブルートレインの、図色そのものになります。はい。で、私が子供の時に寝台特急富士というですね、当時日本で一番長い距離を走っていた、寝台特急があったわけなんですが、東京18時に出ますと、終点の西鹿児島は翌日の18時24分ということで、一つの列車がですね、24時間以上かけて走る列車が日本にあったんですね。で、私これ乗りたいと思いながら、結局乗れずじまいで廃止になってしまいまして、ものすごい、未練のこもったですね、ブルートレインの壁になります。はい。あと、こちらご覧いただきますと、これ3段であることに意味がありまして、なぜゆえ3段か、はい、お分かりかと思うんですが、昔ですね、こういう3段式の、寝台列車というものがありました。上段、中段、下段ですね。それをイメージしております。で、この板の幅今40センチなんですが、実際はですね、あと12センチ広くて、52センチ、もう12センチ広かったんですね。で、中段の高さが74センチ。で、これ実際に使われていた、落ちないための転落防止ベルト。これが78センチですので、大体のイメージですけども、こうしてみますと、もうちょっとこの板が下がって、あと12センチ広いところに、大人が3人寝ていた寝台列車があったわけですね。今思うととても狭いんですが、はい。で、これ実際に、上り下りしていたはしごになります。はい。はい。で、一番下段がですね、私、新幹線の中では開業当時のゼロ系が大好きでして、それに関するものを置き並べております。あと、中上段は、今もなかなか体験できなくなった食堂車、あるいはこういう夜行列車、ブルートレインですね。そういったものを置き並べております。はい。で、これはですね、来る方皆さん懐かしいとおっしゃるんですが、ちょっと聞いていただけますか？はい。これはですね、ブルートレインに乗りますと、車掌が車内放送をする前になっていたオルゴールですね。はい。で、同じように、ディーゼルカー、ディーゼル特急、ディーゼル急行に乗りますと、こういう音色が、かかっておりました。はい。
あとは、電車特急ですね、L 特急とか、電車急行に乗るとこういう音楽です。これは毎度おなじみですね。はい。では、奥の方に来ていただけますか。はい。で、ここからが、当館のメインの展示場になりまして、JTB 時刻表がですね、こちらが起点になります。ここを起点に、ぐるっと時計回りで置き並べておりまして、はい。今現在900冊ちょうどですね、展示閲覧可能な状態にしております。はい。で、先ほどここは駅の方も見立てておりますと言ったんですが、上を見ていただけますと、昔、駅のホームの、上の方にはこういうワイヤーがあってありまして、自分が乗るべき列車の号車札がぶら下がっておりました。で、昔は自由席が多かったですから、この号車札の下でですね、結構前から、列車が来る前からですね、皆さん並んで待っていたという、ちょっと懐かしいね、アイテムになります。はい。で、私、さっき新幹線のゼロ系が一番大好きと申し上げたんですが、これがゼロ系新幹線の実際の、3人掛け座席になります。はい。で、あと、こちらもですね、実際の窓ガラス、ゼロ系新幹線で使われていた窓ガラスになります。はい。後でよかったら座ってみてください。はい。で、こちらがですね、はい、旧型客車のボックスシートを、小ぶりながら再現しました。で、旧型客車、こういったものなんですね。昔 SL ですとか、ディーゼル機関車が引っ張っていた自分では動けない車両。で、私子供の時にこの旧型客車初めて乗りまして、ものすごく感動したんですね。で、このミュージアムを作る時に大工さんにお願いして、まさにこの写真を見せてですね、はい、これと同じものを作ってくださいということでこういうものをね、あつらえていただきました。はい。あとこちらが私が子供の頃、小学校、中学校、高校、学生の頃によく読んでた雑誌や写真集になります。はい。よかったらご覧になってください。はい、あとこちらがですね、鉄道模型 N ゲージのレイアウトになります。で、私鉄道は時刻表も乗るのも大好きなんですが、模型だけは手を出さずにいたんですね。もうどういうことになるのか、やってる方を見てよく分かってまして、はい。ただこのミュージアムを作るときに、多分子供さんが来るだろうと。で、その時何かね、遊んでもらえたらいいなと思いまして、ここ1枚ボード状になった部分があるんですが、これが、ストラクチャーという建物や、あとこのレールも伏線でですね、完成品で1万円で売ってまして、はい。で、実際1万円で買うことができまして、いざこれが届いて、動かすためのパワーパックや車両も中古で買いまして、いざ遊んでみましたら、はい、手をつけなかった、恐れていたことが起きまして、はい、もうこれでもう収まりがつかなくなったんですね。はい。で、少しずつですね、手を加えて、こういう状態になったものになります。はい。じゃあ、こちら来ていただけますか。はい。じゃあ、最後の説明になりますが、ここをですね、ちょっと座席の方向転換いたします。はい。はい。では、真ん中の席にお座りいただけますか。はい。ではこちらが、はい、最後の説明になりますが、館内中央に大変仰々しいんですが、時刻表神社というものをですね、作りました。はい。ただ神社とは申しましても、位置づけとしては、お家にある神棚と一緒です。ただ日本はですね、八百万の神といって、いろんなものに神様がいるという信仰がありますので、こと私においては、時刻表に神様がいるという思いでですね、こういったものを作った次第です。はい。駆け足でしたけども、はい。こういう施設なんですが、お時間までゆっくりご覧ください。パッとこの目に入る分だけで、今4500点以上置き並べていますね。こうやってですね、これはもう手作りなんですけど、方向幕は実物ですね。はい。はい。これは、大阪のですね、水間鉄道で、1万円払うと、あと自分でヘッドマーク作ると、営業列車に1週間、これつけて走ってくれるんですよ。
反射板ですね。差し込んで、ここに引っ掛けて。スイス、はい。氷河特急、氷河急行ってね、よく言われるんですけど、グラッシャーエクスプレスで勾配のきつい区間がいっぱいあるんですね。なので、こんなには傾かないんですけども、はい。ちょっとオーバーに作ってやって、で、注いだワインが、はい。山道に入ると、こうやって平行になるという。この辺ですよね。あります。はい。ちょっと待ってくださいね。はい、そう。ありがとうございます。昔の7駅ですね。自慢のというか、なかなか他では見当たらないものですね。一番古いの、これは創刊号、これ復刻版ですけど、現物で一番古いのはやっぱりこの辺ですかね。ちょっとこれもう紙のコンディションがもう崩れちゃうのでね、この辺なんかは結構もう古い部類ですね。昭和8年。はい。これは昭和13年ですか。木更津の駅も自治体から寄贈を受けまして、もう文字自体が国鉄時代のね、柔らかみのある書体ですから、結構貴重ですね。もう、はい。何が受けるっていう、お茶ですよね。これはいわゆる8両編成の列車の停止位置ですね。留置線とかにある。はい。キハ183のエンジンのピストン、ディーゼルエンジンのピストンですね。ものすごいですよ、これ、ピストン、こんなのがね。どうぞ触ってください。いいですか？全然重たいですよ。確かに。で、これは、交換用のパーツなんですね。はい。だから全然使われてない。はい。ちょっとゆっくり戻しますね。これはDD51 の運転台にあるものですね、ケーキ。はい。
これ本物です。はい。光もこだまも。新幹線もこういうサボをね、使ってたのすごいですよね。時速200キロのね、風を切ってこういうのがね。これです。だから人がここでね、列車が折り返すたんびに差し替えてたわけですよね。ここうやってスコーンと入ってるだけですから。でも3番線の右か左っていう意味かもしれないですね。確かに。推測ですけど。これは N700S のグリーン車のシート生地を使った一発の合図、カンテラですね。赤と緑に点灯するんですよね。はい。赤はね、これは赤にするのは、はい。よくこの2人掛けの席とか、あるいは車掌室なんかの狭いとこで、はい、これもそう、特急色に塗ってもらって、クリーム4号、赤2号でお願いしますって言って。これは、腕利式信号機、袖のとこですね。はい。これは新幹線のホームにあった、はい、号車案内札。北海道の駅みたいですね。
れは昔定期券を作るための駅名のゴム印ですね。ちょっと強く。はい。はい、これは、こうやって、で、実際に、この中に玉が入ってるんですけど、結構ね、重たいんですよね。うん。これはいわゆる単線区間で列車と列車が正面衝突しないように、このタブレット、この金属の玉を持ってる列車だけがその区間を、走っていいよという、はい、そういう、よく通行手形ってね言われるんですけど、そういうものなんですよね。正面衝突を起こさないための、運行システム、いわゆる電気的に、やり取りする機械があるんですけども、そのために金属で、ここを、こういう形で、駅で止めてあるやつを、こうやって腕で絶対に取れるように、通過する列車からこの腕でこうやって取る。でもこの重たいじゃないですか。反動でこのバッチンってくるんですよね。腕ですくった瞬間、この車体に当たるわけですよ。で、この窓ガラスが割れないように、こう柵があるんですね。ガラスが割れないための防護柵が。行き先方向幕から本物を、ある方が譲ってくださって、でそれに合わせたこの手動式の作ってる方がいるんですよ、個人が。もともとバスの車両の方向幕を、実際作ってる人がいて、でその人が趣味で、はい、この鉄道の方向幕に合わせたサイズを作って
注文しますんで、はい。はちみつラテ。ね、化粧的な展望水路みたいな。これまたね。どうぞ。秘密ラテです。ありがとうございました。はい、680
3着に注意ですね。複数持ってるんですよ。これはね、2冊あるんで、お家で時間旅行の続きをよかったらお楽しみください。じゃあ気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて。失礼します。なんかお好きなメロディーが何までやってもらっていいですか？1回で大丈夫です。1回で。はい